はい、皆さんこんにちは。いや、直木マンの知らない世界大好評でめちゃくちゃ嬉しいです。我ながらね、収録してて最高に楽しい現場だったので、みんなも気に入ってくれたようで最高に良かったです。これぜひね、シリーズ化していきたいので、次はどんなテーマで、どんなね、ゲストを呼んでほしいのか、じゃんじゃん皆さんのリクエストを送ってください。以前 AI 画像生成ツールのミッドジャーニー紹介したけど、AI の成長がマジ急成長すぎて、人類がいよいよね、追いつけなくなり始めてるんですよね。ただ、彼らのね、その判断、決断がたまに怖い方向に転がることもあって、去年の9月に SuperComposite っていうね、その Twitter アカウントの人がある不気味な投稿をね、したんです。皆さん知ってますかこちら。SuperComposite は画像生成 AI でネガティブプロンプトウェイトと呼ばれる手法を使って画像を作成していたんですね。ネガティブプロンプトというのは AI に指定した用語とは真反対のものを作成しようとすることなんです。スーパーコンポジットはアメリカ俳優のマーロン・ブランドのネガティブプロンプトウェイトをしたら、このようなよくわけわからんね、デジタピンタティクスっていうね、ロゴを AI が生成しました。これが具体的に真反対かどうかわかんないけど、一番その俳優から遠いものをしようとしたらこれになったそうなんですね。じゃあ今度はデジタピナティクスロゴと指定したら、マーロン・ブランドがね、作成されるのかと思いきや、なんと AI が作り出した画像がこちらだったんです。その名もローブ。ほっぺが赤い中年女性の少し怖い画像が生成されたんです。しかもどの画像にもこの同じ女性がモチーフとして映されているんですね。その後、スーパーコンポジットさんが友人がね、生成した AI 画像とローブを組み合わせた画像を AI に作らせてみた結果、なんとこちらのグロテスクで恐ろしい画像が出来上がってしまったんです。なんで毎回この中年女性のローブが出てくるのかちょっと意味わかんないよね。画像をね、その両方組み合わせたらもう正直言ってもう完璧にね、原型とどめてないような感じになってもいいのに、なぜか毎回このローブがいるという。しかも毎回ちょっとホラー寄りでグロテスクな画像になるんです。様々な画像と組み合わせてみても必ずこのローブと思われる女性が登場してくるんです。ローブとカービィ、ローブとアバター、穴から覗いているローブ、エーペックスにいそうなローブ、赤子を抱えるローブ。この AI が作り出したローブは何者なのか。なんだろうね、たまにさ、モモとかさ、これもそうなんだけど、一回見たらなんかこれ、うわ、これきついわってね、ちょっと引きつけないっていうか、なんか脳裏に焼くつくような顔ってあるよね。あえてこのローブ解説しないまま進めますけど、本当に最近 AI が急成長しすぎてて、僕たちが思っていたよりも彼らは頭良くなっていますよね。間違いなく。そして今本当世間でもう話題になってるチャット GPT 皆さんご存知ですか？質問したら基本的に何でもかなり正確で人間のように答えてくれる AI。チャット GPT。チャット GPT はオープン AI によって開発された最先端の自然言語処理モデルです。これは人間が書いたテキストと区別するのが難しい高品質のテキストを生成する能力で知られている GPT アーキテクチャに基づいています。実際に今のチャット GPT の説明もなんと AI が考えてくれました。って思うでしょ？そうなんです。このチャット GPT マジで自然で本当に頭が良くて正確に答えてくれるんですね。このただの説明だけじゃなくてエッセイとか YouTube の台本もなんなら指定したら書いてくれるんです。それだけじゃなくラップの歌詞も書いてって言ったらそこそこいい歌詞を書いてくれるし、あとは Google を乗っ取るかもしれないとも言われていて Google でもできないようなことをできるんですね。例えばみんながなんか難しい言語とか仕組みを知りたかったりするじゃないですか。例えばインターネットの仕組みってみんなすぐ質問したら出てこないじゃん多分。でインターネットの仕組みってこのチャット GPT に解説してもらうの。ただそれ難しいから、じゃあ例えばインターネットの仕組み5歳児でもわかるようにって指定したら何が返ってくるのか。5歳児にもわかるようにインターネットの仕組みを説明してって聞いたら、インターネットは家やビルが並んでいる巨大な街のようです。あなたがあるサイトにアクセスしたいとき、あなたはコンピューターを使ってそのサイト家の住所を聞き出します。するとあなたのコンピューターはルーターという全ての場所の住所を知っている郵便配達員のような特別なコンピューターにメッセージを送ります。ルーターはあなたのコンピューターからのメッセージを読んで行き先を伝えます。あなたのコンピューターはその行き先をたどってサイト家にたどり着きます。たどり着くとあなたはそのサイトで様々な興味深いものを見ることができるでしょう。すごくないこれ？文字通りそのまま文字通り AI がね、その5歳児のためにインターネットの仕組みを解説してくれたんです。はい。人間終了です。本当に人間いらなくなっちゃってますよね。ちなみにこれね、プロトタイプだからね、もしこれ精度どんどん増していったら、今マイクロソフトとかで、ね、かなり資金投じてます。これどんどん精度増していったら AI 今後どのようなことが可能になってくるのか恐ろしいでしょう。
ど、今実際にね、チャット GPT が事務作業のようなこともできるって今ね、日本では話題になってて、例えばその Excel とか事務作業でみんな打ち込むじゃないですか、パパパってデータを。それもね、もうボタン一つでパッパッパッパって全部バーってデータをね、書いてくれるんですよ、この AI が。もうほんと直近でいろんな職業が失われることになるかと思います。なるかと思いますっていうか間違いなくなります。AI のこの最新技術を知ってるのと知ってないとでは大きな差が生まれてくるんですね。ただ前にね、佐藤さんが言ったように、最終的にはみんなのスキルの差が埋まってくるんですね。おそらくこの AI が発達することによって、その AI に全て頼めちゃうので。なのでそういった意味では、面白い世の中になるよね。チャット GPT 何でもわかるんだったら、じゃあちょっと聞いてみましょうか。みんなが気になるケネディは誰によって殺されたんですか？聞いてみますよ。お前もオズワルドかよ。でも陰謀論があるっていうから、その陰謀論をじゃあチャット GPT じゃなくて俺が解説していきますね。1963年11月22日12時30分、アメリカテキサス州で遊説中の第35代大統領ジョン・ F ・ケネディが市内をパレード中に暗殺されました。約1時間後に逮捕され、犯人とされたのが皆さんもご存知、リー・ハービー・オズワルド。しかし彼はなんと2日後にダラス警察署で実業家のジャック・レオン・ルビーにテレビの中継中に射殺されます。明らかに陰謀論があるような、この流れるようなとんでもないような展開。そしてなんと去年の12月15日、米国国立公文書館がジョン・ F ・ケネディ大統領の暗殺に関する13,173件の記録をオンライン公開したんです。今回公開された内容によってこの事件が明らかになったのか、この57年前にね起きた事件、決してね57年前だからってスルーしていいわけでもなく、今でもねもしかしたら同じようなことが起きてるかもしれないです。なのでこの事件ちょっと追ってみんなにね解説していきますね。事件はケネディを乗せたリムジンがテキサス教科書倉庫ビルを通過し、緩やかな下り坂を走行している時に起きました。この時シークレットサービスの運転は明らかにケネディを危険にさらす位置で走行していたとされています。そこで立て続けに3発の発砲音、1発は外れ、1発はケネディの頸部に命中し貫通し、ケネディの前に座っていたテキサス州のコナリー知事を負傷。最後の1発はケネディの頭部に命中し、これが致命傷となりました。警察と FBI はねその周辺のねビルとか全てね閉鎖して、銃声がした方角とされたテキサス州立公立学校教科書倉庫ビルが最も怪しいという容疑をかけられました。なんと犯人のリー・ハービー・オーズワルドはそこの従業員で、彼はビルの6階から段ボール箱を積んでライフルを安定させ銃撃を行ったんです。ただ警察はまさか従業員が犯人ではないと思ってそのままねスルーしたんですね、彼のことを。その後逃走から70分後に現場近くの映画館で逮捕されます。 FBI のフーバー長官はこの事件をオズワルドの単独犯行の可能性が高いと報告し、連邦最高裁判所長官 R ウォーレンが委員長を務め、9ヶ月後の調査後ウォーレン報告がまとめられ、この報告書でもオズワルドの単独犯行と結論付けたんです。この単独犯ロン・ガンメン・ティリーっていうんだけど、明らかに不可解な点がたくさん存在してるんですね。まず大統領が撃たれた場所の前方の丘グラシーノールと呼ばれる付近から射撃があったとする説。事件当日現場には104名分の目撃証言が記録されているんですけど、 52% が射撃は教科書倉庫ビルから、 32% はグラシーノールの丘もしくはトリプルアンダーパスの陸橋から聞こえたと証言しています。また少なくとも7名はグラシーノールの丘で煙を見たと証言していたんです。これらの証言が報告書に入ることはありませんでした。なんでやねん、重要な情報ちゃうんかい。そもそもオズワルドにはねそのビル6階からそのケネディを命中させる射撃のスキルはあったのか。ここ80メーターぐらい結構大変じゃん。80メートルって教科書ビル6階から現場の道路まで80メートル以上あり、また街路樹が視界を邪魔していました。オズワルドは海兵隊在籍中の1956年の試験では212点というギリギリね1級の射手の資格に必要な点数だったんですけど、3年後の1959年には191点と、今度はねギリギリ2級射手の点数にまで下がり、事件はこの4年後に起きています。なので大体計算すると150点ぐらいかな。分からんけど、ウォーレン報告ではオズワルドは暗殺を実行する十分な能力を持っていたと結論付けていますけど、海兵隊ではね比較的成績が悪かったオズワルドが6秒に3発発射し、動く標的に2度命中させることはできるのか。するとなんと1979年最終報告書では 95% の確率で銃声くらいの大きな音がグラシーノールからも来ていたと結論付け、2人目の実行犯は確実と報告したんです。この JFK 事件の一番ね怪しい展開は2日後の11月24日移送されていたオズワルドがジャック・ルビーによって射殺。しかも現場はね生中継されてたから数百万人のアメリカ人がこの現場の映像を見ていたんですね。ジャック・ルビーはダラスでナイトクラブを経営していたんですけど、違法ギャンブルとかね麻薬取引、銃器をキューバにね
密売するなどマフィアとの多くのコネを持っていたんです。ナイトクラブではその警察の面倒を見るなど、ちょっとね警察との距離は近かったそうなんですね。でオズワルドをねやった理由は、ケネディの妻ジャクリーンが法廷に立つためにダラスに戻ってこないといけない、そんなことはさせたくない、衝動的に彼を見てもう私がどうなろうとどうでもよくなった。それだけのためって思うでしょ。かまったっていうか、もうなんかむしゃくしゃしてやっちゃったということなんですよ。そもそもこのルビーにももちろん不可解な点はたくさんあって、オズワルドはルビーのナイトクラブカルーセルの常連で、スタッフやストリッパーの女の子たちの多くがオズワルドはよくここを出入りしていたと証言しているんです。ルビーは拘束されてから6ヶ月間ね、そのウォーレン委員会にその話したいって何度もね尋ねていたんですね。ただ毎回無視され続けて、なんでそれ無視するの意味わかんないよね。やっと1964年の6月に面会することができたんです。その際ルビーはウォーレン委員会に1対1で話したい、自分の命が危ない、明日追加の供述をするまで生きられないかもしれない、世に出したい唯一の情報は今ここで言えない、全ての真相、なぜ僕があのような行為に及んだのかを伝えたいがここでは言えない。じゃあどこで言えるんだ。めっちゃ意味深だよね。とりあえず彼は衝動的じゃなくて、何かしらその裏には陰謀があると言うんです。また翌年の1965年3月にはテレビの取材にも答えていて、この事件によって渡航した者たちは絶対に真実が世に出ないようにするだろうと発言していて、レポーターがその人たちは高い地位にいる方たちですかと質問すると、ルビーはそうですと答えたんです。いや、犯人の言うことはね 100% 信じるのはどうなのって思うけど、彼の主張をまず聞く耳持つことが大事だよね。おそらく、間違いなくこの事件には陰謀が存在している。そしてその後一度受けた死刑判決が覆され、1967年2月まで再審を待っていたんですけど、その3ヶ月前の1966年12月に肺炎を患い入院することとなり、その場で肺がんが発覚。ルビーはその翌日に亡くなります。逮捕されてから亡くなる人のケースが多すぎないか。彼の死亡について副保安官のアルマドックスが怪しい証言をしていて、シカゴから怪しい医者がルビーを訪ね、何度かルビーを診断していた。ある日私がルビーに話しかけると彼はこう言ったんです。風邪の治療で注射を打たれたんだが、あれはがん細胞を注射された。もちろんこれを確かめることはできないんだけど、ルビーの犯行が計画的だったということに関して興味深い情報があって、1979年の最終報告書ではルビーの犯行は計画的であったと考えられる。ルビーが警察署に入り込んだ際、何らかの内部からの手助けがあったと考えられる。委員会は階段側のルートの施錠がされていなかったり、また駐車場の階段に近いエリアの警備員が移動させられていたりと、不可解な点に困惑していると結論付けていて、様々な関係者からの事件前日、またケネディが運ばれたパークランド記念病院でも当日目撃されていたなど、そしてもう一つ興味深いものがあって、ルビーは獄中で壁に頭を打ち付け、ジョリー・ウエストという精神科医に見てもらうんですけど、この名前ピンとくる人いるかな。いたらマジですごい。このケネディの話一連の流れ知らなくて、この名前ピンとくる人いたらマジで都市伝説陰謀マスターだと思う。過去の僕の動画をね全て見ていたらわかるとは思うんですけど、なんとこの人物は MK ウルトラ計画でマインドコントロール研究を行い、チャールズ・マンソンも研究対象としていたドラッグとね犯罪者集団に関する研究を行っていた精神科医。なんと彼はここでも登場し、獄中のルビーを診察し、彼は精神異常者で精神病院に入院する必要があると診断したんです。それ以前にルビーに会った人が、彼はね頭がおかしいって言った人が実はいなかったんですね。なんで後にその CIA と関与のあったマインドコントロールのエキスパートのその精神科医の人がルビーに接触していたのか。オズワルドの単独犯が明らかに怪しいのは皆さん分かりましたよね。では黒幕は誰なのか。キューバコレクション説。1962年キューバでソ連がミサイル基地を建設し配備したことで、ケネディがキューバの海上封鎖をし、ソ連がそれに対し海上封鎖を解くために艦隊を派遣するに至った武力の衝突が起きていたキューバ危機があったじゃないですか。そこで CIA はキューバのカストロ首相の暗殺を試み暗躍していたところ、逆にケネディがねキューバに暗殺されたのではないかというところ。いやちょっと飛躍しすぎじゃないで証拠あるのって思うじゃん。実はオズワルドが暗殺の2ヶ月前にメキシコ市を旅行して、その際にソ連とキューバ大使館に訪れていたという証拠が出て、 CIA の内部メモではカストロ首相が AP 通信の記者と非公式に話し、米国の指導者が私を消そうとすれば彼も安全ではなくなると語っていたという話もあるんですね。また真犯人はジルベルト・ロペスというアメリカ在住キューバ人なのではないかという推測なんかも存在していて、彼は事件当日ダラスにいて、事件前日の深夜にメキシコに入国、4日後にメキシコからキューバに渡ってるんです。また暗殺の4日前、
ケネディがフロリダを訪れた際もロペスはフロリダに滞在していたとか。ただ興味深いのが、その事件の2ヶ月前にオズワルドがメキシコを旅行していたということに関して、その CIA のね、内部文書が出ていて、そこには FBI の長官フーバーと就任したばかりのジョンソン大統領の会話が記録されているんですね。メキシコでソ連の大使館を訪れた人物はオズワルドの名前を名乗っていたが本人ではないとフーバーがジョンソンに共有していて、現場の映像に映っている人物の顔も声もオズワルドと別人だというんです。誰かがオズワルドをはめようとしている。この事実 CIA は長年表に出ないように隠し持っていました。そのオズワルドがメキシコにいたのか今でも議論されています。そしてその後ジョンソン大統領はソ連やキューバの指導者が暗殺に関与していると世間が信じるかもしれない。そうなったら1時間で4000万人のアメリカ人を殺す戦争になりかねないとラッセル上院議員に話し、彼をウォーレン委員会に就任させます。事件から10年後にジョンソン大統領は亡くなるんですけど、亡くなる前これまたね、彼ね、意味深なこと言っていて、委員会が暗殺事件を徹底的に掘り下げたかどうかは確信がない。私の勘だがオズワルドは失敗に終わったキューバ侵攻作戦への復讐を狙うキューバ人と関連があったのではないかと。ここでもわかるように、そのウォーレン委員会はそのオズワルドを単独犯にね仕立て上げるために作られた報告書だったんですね。もうそもそも真実なんて求めていませんでした。でここでもわかるように、大統領っていうのは正直言ってそこまで権力とかを持っていなく、その裏にいる人たち、裏ってその大統領の裏っていうよりかはまたその特別な勢力、暗躍している特別な勢力が今回の件を全て動かしていたっていうのがここでわかるよね。じゃあそれはどんな組織、どんな勢力なのか、ほんとここ最近もう 99% 確信になってきた CIA 暗殺説。 FOX ニュースの政治コメンテータータッカー・カールソンが1ヶ月前にケネディ暗殺を取り上げ、暗殺に関する多くの記録が公開されたが、まだ数千ページ分の記録が機密情報として隠されていて、そこに今回の事件の真実が存在すると語りました。そこで FOX ニュースは、未だ隠されたその CIA が隠し持っているその機密情報にアクセスすることができる人物と接触し、 CIA が今回の事件に関わっていたのかと尋ねたところ、この答えが返ってきたとのことです。答えはイエスです。 CIA が関わっていたと思います。我々が想像していた国とは別のものになっていた。全てはフェイクなんだ。 CIA の説がどう考えても濃厚じゃないですか。なんで CIA はそもそもやったのか、でどういった証拠があるのか。Three Tramps と呼ばれるこちらの写真があります。こちらはケネディ暗殺の直後にテキサス州立公立学校教科書倉庫ビルの前で撮られたもので、身元不明の3名が警察によって連行されているように見えます。この3名がハワード・ハント、フランク・スタージス、ダン・カーズウェルというピッグズ1侵攻作戦に関わっていた CIA エージェントなのではないかという主張。ピッグス1事件というのはキューバ危機時に CIA の支援を受けた亡命キューバ人部隊がキューバに侵攻したけど失敗した事件です。この写真ちょっと画質が悪いので証拠とはね言い難いんですけど、ただこの中の一人とされているハワード・ハントは何度も出てるピッグス1事件やフィルデル・カストロ暗殺計画、ウォーターゲート事件などに関わっていた CIA 工作員なんですけど、なんと肺炎で亡くなる直前にね自伝を出してて、そこでケネディ暗殺は当時のジョンソン副大統領指揮のもと CIA が実行したと告白したんです。やっぱそうなのって思うじゃん。じゃあそもそもオズワルドは何だったのか、彼はどういう立ち位置だったのか。アメリカ海兵隊にいたオズワルドは除隊後の1959年にソビエトに流行し、そのまま亡命するんですけど、そこで彼のマルクス主義であるという主張が目立つようになったんですね。しかし1962年にはロシアで生まれた娘たちを妻と連れてアメリカへ帰国します。彼のロシアへの亡命やマルクス主義であるという設定は全て CIA が計画した筋書きで、彼は CIA の敵対スパイ活動を行っていたんじゃないかという説があるんです。要は彼は全て利用されたということです。その筋書き全てこのマルクス主義というその思想とかも全部植え付けられて、彼を犯人に仕立てたということですよ。オズワルドは無実を訴えていて I'm just a patsy はめられたと供述していました。 CIA がケネディを暗殺する理由としてはもうたくさんありすぎてね、どれかわかんないぐらいなんだけど、いくつか並べると MK ウルトラやピッグス1侵攻作戦の指揮を取っていた CIA 長官アレン・ダレスを解雇したこと、 CIA の予算を 20% 削減する計画があったこと、ピッグス1事件についてケネディに憤りを感じていたこと、右翼過激派による犯行など政府内部の反抗的勢力により犯行ということ、都市伝説業界では有名なねケネディの UFO に関する資料が存在するという説だったり、通貨発行系の話は有名な説ですよね。今回ケネディ暗殺に関する資料の 97% が公開されたんですけど、残りの 3%、515点、一部内容が隠されているものは2545点だそうです。どうでしょう皆さん、これがケネディの暗殺事件の陰謀なんですけど、こういったことは実は初めてでもなく、最後でもなく、今でも似たようなことはぶっちゃけ行われています。ほんと些
佐藤さんが言ったようにデマ合戦です。みんなこの人に犯人に仕立て上げたりとか、裏ではこの人が実はやばかったりみたいなことが本当に今でも実際行われているんです。おそらく今の国家主権が崩壊されている時にこういったね、やばい情報っていうのがリークされると思うので、今後期待はせず楽しみに待っていましょう。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。